皆さんごきげんよう、上川かーるです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを取り上げていきます。今回取り上げる主な話題としては、まずはロシアの大統領選挙について。これまでもたびたび取り上げてきましたが、プーチン大統領のウクライナ侵略に批判の声を上げていたナデジン氏が大統領選挙に出馬が認められないというニュースが入ってきています。また、ロシア国内の言論弾圧を強化するための法案も着々と進行中です。そして、ウクライナ支援の大きな柱であったアメリカでの議会の動きなどについても解説していきましょう。それでは、どのようなニュースが流れているか解説を始めていきます。ロシア戦艦ナデジン氏の出馬認めず、大統領選は完全無風でプーチン氏5選へ。ロシア中央戦艦は3月のロシア大統領選の出馬予定者の中で唯一、ウクライナ侵略に反対の立場を表明している元ロシア下院議員ナデジン氏の陣営が提出した有権者の署名に不備があったとして、同氏の候補者登録を認めないことを決定した。同氏の不出馬で大統領選は完全な無風となり、プーチン大統領が圧勝で通算5選を果たす公算が極めて大きくなった。中央戦艦はナデジン氏の候補者登録に不可欠な署名10万人分のうち、有効な署名は約9万5千人分に過ぎなかったと主張。ナデジン氏は署名集めは神聖に行われた。中央戦艦の決定は承服できないとし、最高裁に不服を申し立てると表明した。ただ、決定が覆る可能性は低い。陣営は1月末、規定上限となる10万5千人分の署名を提出したが、中央戦艦は今月5日、検査で署名の 15% を超える不備が見つかったと主張していた。大統領選では、プーチン氏の勝利が確実視されているものの、政権側はナデジン氏が出馬して一定の票を集めた場合、政権への打撃となることを警戒し、同氏排除に動いた可能性がある。実際、ロシアメディアや専門家の間では、ウクライナ侵略を大失敗と呼び、プーチン政権の強権統治の打破を訴えたナデジン氏について、政権が容認できる一線を越えたとし、候補者登録を認められない可能性が指摘されていた。以前からナデジン氏については、情報を追ってきましたが、最終的な結果としては、そもそも大統領選に出さないという決定をプーチン政権側は取りました。20万人を超える署名を集めて、その中でも間違いないだろうという人物をよりすぐって提出したにもかかわらず、無効票が多いとして出馬を認めないこととなりました。おそらくはそのような言いがかりの部分が結構あったと私は思っています。もしくは選挙に出られないように政権側が送り込んだ無茶苦茶な署名をしている人物なども紛れ込んでいたのかもしれません。どっちにしてもロシアにおける選挙がプーチン氏にとってちょっとでも問題が発生しないように、そもそも大統領選挙に出さないということを上の方で決めたのでしょう。なお、このような形式だけの選挙というものは他の国でも行われています。例えば、一般的には選挙が行われていないというイメージがある中国や北朝鮮においても選挙は行われています。ただしこれはあくまでも形式上国民の絶対的な支持を受けているということを演出するためのもので、実際に民意が反映されているとは言えないものです。支持率 100% の偉大な指導者によって我が国は統治されているというような表向きの形を整えるために選挙が行われるのであって、実際の民意はほとんど関係ないと言えるでしょう。そして今回わざわざこのようにして選挙にそもそも出させないという方向へ話が進んだのは、ロシア国内にある程度反戦の機運があるというのを政権側は感知しているからでしょう。実際そのような機運が高まらないようにするために、小さなうちから徹底的に反政権の動きが広がらないように弾圧するための法律の整備が進められています。軍を批判すれば財産没収、ロシア上院法案可決、裏切り者に賠償。ロシア上院は7日、ロシア軍の虚偽情報のルフなどの罪で有罪となった場合、財産を没収できる法案を可決した。下院を1月末に通過しており、プーチン大統領の署名で成立する。虚偽情報のルフなどの罪は、ウクライナ侵攻の反対派への弾圧に利用されており、政権は3月の大統領選を控え、侵攻への反対の声をさらに抑え込む考えだ。対象になる罪は他に、ロシアの領土保全の侵害や、安全保障の脅威となる行為の扇動、ロシア軍の信用失墜を目的とした行為など、対ロシア制裁の呼びかけや、ロシアが不参加の国際機関や外国の政府機関への協力も含まれる。ボロジン下院議長は、ロシアを破壊し、
裏切ろうとする者は、自らの財産で国に賠償しなければならないと表明していた。法案は、没収される財産を犯罪行為で得られたものや、犯罪行為を行うために使われたものに限定するとしているが、他の財産との線引きは難しいとみられ、当局が拡大解釈する懸念がある。プーチン氏は、ウクライナ侵攻開始直後の2022年3月、ロシア軍に関する虚偽情報を流したと当局が見なした場合、最長で禁錮15年を課す法案に署名した。侵攻に反対する市民らの弾圧に利用されている。ロシアはウクライナ侵攻後、反体制派への圧力が強まっており、外国の影響を受ける個人や団体を対象とする外国の代理人制度も強化。侵攻に異議を唱えたジャーナリストや人権活動家、歌手らが制度の対象になり、活動が規制されている。これまでもロシア軍の行動に関して少しでも批判的な言動をした場合において、刑務所に入れられてしまう法律が存在していました。これに加えて捕まえた人物の財産をどんどんと没収しようという法律が成立する段取りに入っています。あとは大統領が署名する段階ですから、大統領がこれを拒否することはないでしょう。彼が望んだ法律なのですから。例えば今回ナデジン氏が批判しているわけですが、このような言動をすることそれ自体が違法行為であるとして裁判にかけて有罪であれば刑務所にも入れるし、そのような人物の財産などをどんどんと没収しようという体制が作られつつあるわけです。そして今回のこのような財産を没収するという法律を作ったのにはまだ先の話があると考えられています。それはロシア国内の新興財閥、オリガルヒと呼ばれるような富豪たちがもしプーチン大統領に批判的な立場を取った場合において、これを合法的に財産を一気に没収することを考えているとみられます。これはロシア国内の話としてちょっと有名なのですが、少しでもプーチン大統領に批判的な態度を取った場合において、例えばちゃんと警備員やボディーガードがたくさんいるような富豪にもかかわらず、高層住宅の高層階から飛び降り自殺をするといった形で、ある日突然ものすごい金持ちが家族全員が死亡するなんていうことがあります。このような死亡原因についてはきっとそうだろうなと薄々思いつつも、証拠としてはロシア国内なので警察もまともに取り調べしないし、外国の捜査機関なども捜査できるわけではありませんから、みんなきっとそうなんだろうな、口封じなんだろうなと思いつつも何もできないわけです。今後の場合においてはそのようなわざわざ口封じといった形ではなく、合法的にちょっとでも反抗的な態度を取れば刑務所に入れるし、財産も一気に合法的にそれらを没収するという方向へと話が進みそうです。オリガルヒの人たちは基本的にはプーチン政権とくっつくことによって合法的に違法行為が認められ、そして富を蓄えることができます。しかしそれはあくまでも政権が安定している場合であって、これから先自分たちのビジネスにおいても制裁の影響やもしくは戦争が続くことによって失われる富などによって自分たちが悪影響を受けるのであれば、必ずしもプーチン政権に追従していくことにメリットを感じなくなってくることも十分考えられます。そのような時に表立って批判の言葉を口に出せば、自らの命が危ないとなれば、結局のところたとえデメリットが多かったとしても沈黙を守り続けるといった形でプーチン政権を守り続けるしかないかもしれません。プーチン大統領としてはそのような枠組みというものを強化することによって自分に背を向けることができないような体制というものを強化しようとしているのでしょう。一方でウクライナ支援の予算案について審議していたアメリカの上院議会なのですが、こちらの方でも上院において予算案が否決されました。今回の否決においては様々なその他の支援なども含まれていたもので、単純にウクライナ支援に反対だけではないのですが、これで当面ウクライナ支援の復活はないという状況にまた陥っています。今回の上院で潰された案なのですが、一つの特徴としては支援に反対している共和党の意見も取り入れつつ、不法移民対策、不法侵入者に対する対策費用を強化することが打ち出されていました。それも3兆円を超える規模で、また共和党の意見もそれなりに受け入れたものでした。ところが、そのような法案であったとしても、まだまだ共和党の案を全部飲み込んでいないじゃないかといった不満点を述べ、法案そのものが
拒否されてしまったのです。もうここまで来たらちょっと意地になってでも共和党としては支援案を潰したいのかなとちょっと思えるような状況です。実際そう思える理由というのは共和党側の意見としては、現在のバイデン政権と協力する気はなく、大統領選挙までもう今の状況のままで良いじゃないかといった意見なども出ているようなのです。大統領選挙は今年の年末の頃に行われるものであって、まだ春夏といった季節を丸々何にもしないで過ごすにはあまりにも無駄な期間が多すぎます。バイデン政権としては共和党の掲げる不法移民対策を丸飲みプラスアルファさらに強化するようなことでもしなければ、ちょっと政治は停滞状態に陥るかもしれません。すでにそのような兆候は十分すぎるほど出ています。そしてウクライナの戦場についての一言なのですが、やはり海外からの支援が途絶状態で、最近になってようやく EU からの軍事支援の予算案が可決したばかりのウクライナにおいては、支援の途絶期間が長かったこともあり、全体的な話として砲弾不足はより深刻化し、ロシア軍の圧力が裁ききれない状況が発生しつつあります。特に去年から私がすでに危険だといったことをお伝えしてきていた東部戦線最大の激戦地アウディーイウカにおいては、戦線が崩壊する危険性をすでに何度となく発している状態であり、むしろこのような支援が途絶している状態の中でよく持ちこたえているなとでも言えるような状況です。当面の間、アメリカからの支援は全く期待できず、またようやく予算が決まった EU からの支援についても、これから再び動き出すといったような感じですから、ロシア軍としては被害を度外視してでも少しでも前へと進み、プーチン大統領の大統領選挙勝利に花を添えたいことでしょう。そして以前からこれは何となく話したことではありますが、改めて言うと、ロシアによるウクライナ侵略がプーチン大統領の望んだような結果へとつながっていくようなことになれば、結局のところ国際秩序が崩壊し、武力を使って何でもしてもいいような世界へと突入してしまいます。そのようなことになれば、軍事力を行使することの利益といったものが見込めるんだなと考えられるような時代へと突入することが、まさに日本の周辺有事へとつながるということを理解する必要があるでしょう。そうした意味でも私は日本はウクライナに対して兵器支援などを行うべきだと思っています。現在の政権ではそのような踏み込んだ決断はちょっと難しいでしょうし、また日本国民の大半が現状の危険性について全く認識していないのもまた悲しい現実でもあります。政治の大原則として国民の関心事はまずは国内政治であり、外交安保政策といったものはどうしてもそもそも関心を持たない人の方が圧倒的です。ですが、ウクライナの戦場において起こっていること、その結末というのが結局のところ回り回って日本有事へとつながってくるという未来への危険性の種が育っているということを一人でも多くの人が知ってくれればなと思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。